渋谷事変にて生死不明の重傷を負った野原。2021年4月時点で未だその生死は明かされておらず、ファンの間では野原の生死をめぐる様々な議論が交わされています。そこで今回は、野原は結局死んだのか、生きているのか、野原の生死について考察していきます。結論から申し上げると、野原は生きていると考えています。その理由は大きく分けて3つです。それぞれ解説していきます。1、新田の術式と家入祥子の反転術式。まず野原が瀕死に至った際に彼女の処置を行った新田の術式を思い返してみましょう。新田の術式は受けた傷をそれ以上悪化させないというものです。これにより出血や傷の進行が防がれ、野原は治療を受けるまで一命を取り留めていたと考えられます。そのまま反転術式が使える家入祥子のもとへ搬送されたとすると、野原は助かった可能性が高いでしょう。2、虎杖へのやり返し。144話で虎杖がめぐみに野原の生死を尋ねるシーンがあります。この時めぐみは意味深な表情でうつむいており、その表情から虎杖は野原は死んだのだと悟ってしまいます。めぐみが否定をしなかったことからも、やはり釘崎は死んでいるのではと思った読者も多いのではないでしょうか。しかし明確に釘崎は死んだとめぐみが発言しているわけではありません。そこで考えられるのが、以前虎杖がめぐみや野原を騙したように、野原とめぐみが虎杖を騙そうとしているのではないでしょうか。野原は本当は助かっていて、かつて自分たちがされたように虎杖にやり返そうと考えているのではないでしょうか。負けず嫌いな野原とめぐみならありえそうな話ですよね。3、野原の花言葉。そして最後の理由は野原の花言葉にあります。実は野原の花言葉には現状の野原を指し示すような意味があるのです。それは痛手からの復活。野原はまさに今痛手を負っている状態ですよね。作中で細かい伏線や設定を盛り込む芥見先生がこれを知らないとは考えにくいですし、この花言葉は今後野原が復活することを示唆しているのではないでしょうか。野原が高専にやってきた理由は、田舎が嫌で東京に住みたかったからという軽薄にも思えるものです。これには虎杖も、そんな理由で命を懸けられるのかと呆れていました。しかし野原は虎杖にこう返します。かけられるわ。私が私であるためだもの。と、なぜ東京に住むことが自分が自分であることなのでしょうか。これには野原の過去が大きく関係しています。野原には幼い頃、近所に住む沙織ちゃんという年上の女性に可愛がってもらっていました。沙織ちゃんは東京から越してきた都会人で、上品で可愛らしいその佇まいから野原の憧れでもあったのです。しかし村人たちは、沙織ちゃん一家は田舎者をバカにしているという被害妄想を募らせ、沙織ちゃんの家に嫌がらせをし、村から追い出してしまうのでした。野原はこの一件以来、田舎、そして田舎に住む人間を激しく嫌悪するようになり、この村にいたら死んだも同然と考えるようになります。野原にとって東京に住むことは自分が自分らしく生きていくために必要なことなのです。そのためなら命を懸けるのも惜しくない。野原のまっすぐさ、信念の強さがわかるエピソードですよね。いかがでしたか？今回は呪術廻戦の柄悪ヤンキー娘、釘崎野原について深掘りしていきました。野原はそのまっすぐな人柄から読者に愛されているキャラです。それだけに渋谷事変後の彼女の生死について心配する声が多く上がっていますよね。野原の再登場に期待し、今後の展開を見守っていきましょう。いかがでしたか？今後取り上げてほしいヒロインがいればコメントください。感想もお待ちしています。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。こんにちは。カレンちゃんの声を担当しております、しゆです。今度は呪術廻戦のキャラクターを紹介していきました。呪術廻戦、術師やら呪術やら
ちょっとドキドキしながら収録しましたが、意外と術は数回しか噛まなかった。実は私、呪術廻戦はアニメでしか見てなかったので、野原ちゃんの生死って書いてあって、ちょっとドキドキしました。生死は分かっていないとのことでしたが、私もこの解説動画と同じく生きていると信じたいなと思ってます。でも死んだって言われなくてよかった。漫画を読んでいる人の話を聞くとちょっと辛いみたいな話も聞きますが、次のクールも楽しみに、ちょっと怖いけど楽しみにしていたいと思います。すごく関係ないんですけど、収録するときに使ってるパソコンが指紋認証、オンのボタンを押すと勝手に指紋を認証して入れるやつなんですけど、ちょっと前までスランプで、最近すごく調子が良くて一発で入れることが多くなったので、ちょっと指紋がはっきりしてきたのかなと思ってちょっと嬉しくなっている今日この頃でした。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。